11月に衆院選があると見方が広がる中、ひろゆきが予測する今後の流れとひろゆきが考える理想の展開。多分誰が総裁になったとしても、結局選挙って、要は自分の手の内が見ないときにやった方が期待感があるのでうまくいく可能性があるんですよ。総裁新しくなりましたって言って、じゃあ半年くらい経っても、日本って多分大して変わんないんですよ。誰がやっても。これを解決したら日本めちゃくちゃ良くなるよね、みたいな、解決できるような、これって、日本もうあんまないんですよ。別に岸田さんが特別無能だったというわけでもなくて、岸田さんも菅さんも、安倍さんもそれなりに頑張ってたんですよ。でももう構造的にそんなに簡単に変えることができないよね、というものが残っていて、で、それは半年ぐらいでなんとかなるような簡単な問題じゃないんですよ。なので、解散しないで半年経つと多分支持率下がるだけです。大して変わらんよねっていう失望。なので、それを避けるとすると、総裁選が終わった途端に期待をしているから、自民党良くないよね。裏金問題とかあったし、統一教会の問題があったから良くないよねと思ってるけど、でも総裁が変わったから期待できるかもねっていうご祝儀相場で勝つ可能性があるので、なので総裁選が終わった後は確実に衆院選はやるのではないかなというふうに思っているという、ちょっと気持ちの悪い日本語を今言いました。確実に思っているって頭おかしいよね。かなりの確率で衆院選が起こるのではないかなと思っているが、日本語的には正しい表現ですね。自民党総裁選で田代総裁の9名が立候補し、かなり盛り上がっています。その中で小泉進次郎氏、とっても注目度が高く個人的に応援しているんですが、小泉進次郎氏を批判する人は政策や人柄という部分ではなく、知能が低いと声高に話している印象です。人この批判をマッチやニットコも強いのも偏差値が低い関東学院大学という次第出身を目指していると思うんですが、政治家に学歴なんか関係ないとどう思われますか？だから何をもって頭が悪いというふうに決めるのかというところな気がするんですけど、小泉進次郎さんが勉強不足であったことというのは僕も認めています。前に環境かなんかの会議の時に外国人のジャーナリストの人に質問が来て、原子力も止めます。で、火力も止めます。ってなったら、じゃあどうやって発電するんですか？どうやって発電するんですかっていう質問された時に、小泉進次郎さん環境大臣の時に答えられなかったんですよ。だから、この人本当に自分で考えないで喋ってんだなっていうので、この人は頭悪いっすみたいなこと僕言ったことあるんですけど、で、その後にレジ袋有料にしたっていうので、僕結構小泉さん評価してるんですよ。日本ではレジ袋有料って割と良くない政策であるというふうに思われてるんですけど、ただレジ袋のようなビニールを消費するということは二酸化炭素を排出するということになるので、EU と取引をするときに EU と同じ排出権基準で指定された場合にめっちゃ罰金払うことになりますよ。だからあれはやるべきなんです。市民に理解されなかったとしてもっていう。そこの部分と、叩かれてる理由で、環境問題をセクシーに解決した方が良いっていうので、セクシーという言葉はいかがなものかっていうので、庶民が湧いてたんですよ。で、ただ、そこの環境の会議をしている時の議長だった女の人が、そもそも環境はセクシーに解決すべきであるというふうに言ってたんですよ。議長がもともと環境セクシーって英語で魅力的って意味があるんですけど、良いことをしているとか、エコは未来のためだよねとかじゃなくて、単純に環境に対して配慮するというのは、かっこいいよね、気持ちいいよねっていう、理論的に将来、未来のためにやるべきだとかっていう理系の考え方ではなく、気持ちの問題で解決できるセクシー、魅力的な解決方法を出すべきだよねっていう表現をした人がいて、そのコピーを使って、小泉進次郎さんはセクシーっていう単語を使ったんですよ。セクシーという単語の使い方がおかしいって言ってるのを僕が知る限り日本だけなんですよ。他の国の人たちは英語圏のニュースがそのまま英語で行くので、そもそも議長がセクシーという言葉を使ってそういう演説をしたっていうのを知ってて、で、日本人の政治家もセクシーというキーワードを使って演説をするのは単にその場の流れが分かっててやってることだから、ニュースになるほどの話ではないんですよ。でも日本の人ってセクシーという言葉の意味が性的な意味しかないと思い込んでるんですよ。日本語で言ったらそうですよ。でも、小泉進次郎さんが言ったのは国際会議ですよ。国際会議で英語を使うときは、英語圏で通じる意味で使うので、英語圏でその場でセクシーというのは何の問題もない行為なんですよ。で、その何の問題もない行為を日本に持ってきて、なんかその言葉変だよって言ってるのって大丈夫かって僕は思うんですけど。なので、そういう意味で、英語に関しては結構レベルが高いんだなっていうのと、ちゃんともちろんセクシーっていう表現をするっていうのを誰かがアンチョコ書いたのかもしれないですけど、でも別にアンチョコ書いたとしても、国際会議の中で議長が喜ぶような表現で TPO をわきまえた上で
英語できちんと話せるという総理大臣ができるというのは、僕は日本にとって結構良いことだなと思うのと、もちろん英語で喋ってたんですよ。日本語で喋ってたわけじゃないですよ。レジ袋みたいな、やるべきことだけど庶民には理解されないことをやるというのは、社会を良くするためには通らざるを得ない道だと思ってるんですよ。残念ながら日本って同じ社会保障を維持するのはもう無理です。90歳過ぎても癌の治療とかで、じゃあ6000万円の医療費かかりますとかっていうのでも OK ですっていう国なんですけど、でもそのお金どっから来てるのっていうと、若者が働いて社会保険料を払ってると。で、若者どんどん減ってますっていうのだと、もう長期的に成り立たないよねっていう、至極当たり前の話なんですけど、で、そうすると、庶民に理解されなかったとしても、長期的にやらなきゃいけないことをやるという政治家が出てこないと、日本の没落はもっと早くなっちゃうんですよ。僕が知ってる知り合いの金持ちの子供、インターナショナル&留学率異常に高い問題っていうのを前にも言ったことあると思うんですけど、ある程度金を持ってる家庭で育ってる人って大体子供をインターナショナルスクールに入れるよねとか、留学させるよねとかっていうのがあって、自分の子供が日本で暮らさなくても大丈夫なようにするっていう、二次的な外国への避難っていうのって結構進んじゃってるんですよ。中国の金持ちって子供すぐアメリカに留学させるんですよ。ヨーロッパに留学させる場合もあるんですけど、要するに中国の金持ちって今は金儲けてるけど、これ10年、20年、30年かもしれないけど、長期的には続かない可能性があるから、子供は外国に逃がせた方がいいよねっていうので、結構留学させてるんですよ。で、僕が知る限り、僕の知り合いも日本の人もやっぱりその傾向強いんですよ。なので、バイリンガルの女の人と結婚して、子供は英語を喋れるようにするみたいなパターンとか、っていうのもあるんですけど、っていう感じで、割とね、やっぱり優秀な金を持ってる人が、自分の子供が日本に住んでたらまずいよねっていう風になる割合がだいぶ高い気がするんですよね。小泉政策で確認願います。海洋プラスチックゴミ量減少はビビたるもので、有償化がコンビニ等への投機やエコパックに切られたとして、実際100回未使用の廃棄で汚染度が増大し、万引き増加や消費量をエコパック再利用に抑えるため売上減少し、可燃処理場でミニ袋を同時燃焼すると加熱音楽が上がる一方で、レジ袋を減少すると温度が上がるため、灯油を入れることが減少した。これはつながらないでしょうか。まず環境を良くするというののために本当にやらなければいけないことと環境政策は別です。僕がEU での二酸化炭素排出量の排出権を買わなきゃいけないからレジ袋やめた方がいいよねって言ったのは、環境のために本当にいいからやるべきでやるという話は一切しないんですよ。環境を本当に良くしたいのであれば、漁業を制限するしかないです。海で捨てられてるビニール袋とかっていうのの量よりも、海洋で投棄されてる網だったり、漁具の方が圧倒的に多いです。確か100倍とかそれぐらいかな。海洋に捨てられるプラスチックというのがどこから出てるかっていうのでいくと、世界中で排出されるプラスチックゴミ、海洋に出されるプラスチックゴミの7割が中国で、あとのね、2割ぐらいが東南アジアかな。なので、東南アジアと中国を制限しない限り、海洋に捨てられるゴミというのは減りません。なので、ヨーロッパとか日本が海洋のゴミ投棄良くないよねって言っても、もともと排出量少ないので、ヨーロッパとか日本が海洋に捨てるゴミがゼロになったとしても、大して変わりません。なので、環境にとって本当にそれが正しいかというとそうではないよねっていうのはおっしゃる通りです。でも僕が言ってるのは EU の中で商売をするということで、ヨーロッパマーケットを日本が失わないというためには、ヨーロッパの基準に合わせないと日本の経済力というのが維持できないのでやるべきですと言っていて、本当に環境に配慮するべきで、環境をどうするかという話は今はしてません。長期的には必要だよねってなると、中国とアメリカを何とかしなきゃいけないんですけど、中国とアメリカが考え変えるわけないですからね。ひろきさんが総裁選に出馬するとしたら、どのようなマニフェストを掲げますか？年金の額を増やす。総裁選に勝つというのが目的だとすると、社会を良くする必要ないんですよ。社会を良くしたいことと総裁選に勝つというのは全然別の話なんですよ。なので、社会を変えるためにいろんな負担をあなた方にしてもらいますというのだと、そんな負担したくねえやってなるので、今の人たちがより幸せになるように年金もらってる人は物価も上がってるから 1.2 倍の年金を出しますってなって、高齢者層をもらい、俗議員的な人とかいろんなところの役所とかも、やっぱり公共事業というのは今のままだとやっぱりどんどん自力になって物価も上がってるので、公共事業を出す額は 1.2 倍にしますっていうので、どんどんお金を出しますっていうのに言うと、じゃあそっちの方がいいよねっていう人がやっぱり増えるんですよ。なんか将来の日本のために、この我慢はしなきゃいけないよねって思う人って少数派なんで、
なので、綺麗事をどんどん言った方が受かるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。